究極の永久保存版。血糖値を気にせずパン食べたいよね。昨日は台風の影響で風が強かった。どうも小麦です。雨はそんなに降らなかったから川の水量は増えてない。さて今日は久しぶりに前日の計量から始めるよ。半分米ぬかの中力粉で作るパン。以前完全保存版として米ぬか 50% の配分で茶バッタを作ったね。茶バッタにしていた理由は膨らませることを半ば諦めていたから。でも今回は田舎パン、膨らませることに全振りしたパンなんだ。分量の詳細は概要欄に書いているよ。米ぬかと中力粉をボウルに入れる。米ぬか 50% の量、半端ないよね。そして塩と砂糖。私は血糖値を上げないように基本果糖を使うんだ。前回の茶バッタと違うのはこの水分だ。卵1個とマヨネーズ大さじ2を含めて加水率 72% の水分量。今回の配分で言えば粉量 500g に対して水分量 360ml だ。私は自作のサワーシュ酵母を使っているけど、もちろんドライイーストでも OK だ。このサワーシュ酵母、米ぬかから立ち上げたんだ。酵母を立ち上げて4年、種継ぎをしながら育ててる。もはや家族の一員だ。前日の作業は粉類と水分をまんべんなく合わせること。ここではまだこねる必要はない。このチャンネルでは川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。米ぬか 50% を使ったレシピ動画や宇宙や古代歴史、人生について考えるポッドキャストなど概要欄にいろいろな情報を載せているのでぜひチェックしてください。さて、今日の合言葉はベータカロテン。コメント欄に書いてみて。中心から粉の壁を崩すように混ぜていく。こうすることでダマができにくくなるんだ。気のせいかもしれないけど、この段階で丁寧に水分を合わせていると焼き上がりも柔らかい気がするんだ。粉っぽさが消えたら一晩かけてゆっくり水分を回していく。ボソボソの生地を軽くひとまとめにするよ。これくらいでいい。ざっくりでいいんだ。冷蔵庫で一晩お休み生地。翌朝の掃除ルーティン。相変わらず義彦が張り付いているね。楽しいかい、義彦。
一晩冷蔵庫でキンキンに冷やされし生地。ほら、昨日のボソボソ生地にしっかり水分が回ってる。もちろん寝かせずに当日にこね上げてもいいんだけどね。何せ私は筋力弱々界隈のリーダー。できることなら楽にパンを作りたい。この作業だってこねというより練りだよね。でもほら、生地を見てるとわかるよね。ちゃんとツヤが出てきてる。そうしたら生地をまとめながら表面に張りを与えていくよ。この張り作業は3回くらい。生地を張る目的は発酵したガスを生地に閉じ込めるため。米ぬか中力粉生地なのにこのツヤ感。卵とマヨネーズのタンパク質強化のおかげだね。一次発酵だ。おやすみ、生地。卵ハンター。諏訪神社にも朝のご挨拶。ただいま。よっちゃんもただいま。Tadaima shonen chanto chulu kauri kiten? 後で買いに行くよ。Oi oi baba-san nani wasilton? そんなことは忘れてフリスビーで遊びましょう。Sona kibon chawa. あれ Yochega itsudemo asobeni tsukiyo wo omotawa omashiga yori. もしかしてヨシヒコが私を遊ばせていた？ Yoyado kizo itana. 私はどうやらヨシヒコに面倒を見てもらっていたらしい。ありがとう、ヨシヒコ。さあ、一次発酵が終わったら早速焼いていく。グルテンが弱い生地だからこれ以上の発酵は期待できない。その代わり低温でじっくり焼くことで少ないグルテンを極限まで発酵に利用する。余熱なしでじんわり温度を上げながら発酵を促しつつそのまま焼いていく。ズボラが考えた究極のズボラパン。成形だってこんなに簡単。田舎パンの型はない。クッキングシートで十分だ。まんべんなく粉を振る。手で鳴らして粉を薄く伸ばす。ガスが抜けないようにこういうところはしっかり閉じる。クープナイフでお絵かきタイム。かまどびして大きく膨らむ姿を想像しながらクープを入れる。この作業好き。ちょいちょいする。このちょいちょい模様もかわいい。
ペーパーの両端を閉じて形を整える。田舎パン舐めてんのって整形だけど、いいんだよこれで。さあ、焼いていくよ。170度の上下ファンヒーターで55分。ゆっくりじっくり焼かれておいで。田舎パンに全振りしておかずを何も考えていなかった。いつでもカレーが作れるセット。人参とじゃがいもは常備してるんだ。とりあえず素揚げにしようか。素朴な田舎パンには素揚げがよく似合う。じゃがいもは火が通りにくいので軽くレンチンしておこう。かなり多いけど、まあ旦那氏が夜食に回すだろう。レンチン容器から溢れそうだ。よし、ギリセーフ。人参はそのまま揚げていこう。そうそう、人参って生で食べるより油を一緒に摂取した方がいいんだよね。ベータカロテンの吸収率が飛躍的にアップするんだ。生で食べる場合の吸収率は約 8%。でも油で炒めたり揚げたりすると吸収率は約 70% まで跳ね上がる。えぐない？ベータカロテンには免疫力の向上や美肌効果、目の健康維持など体を若々しく健康に保つ強力な効果があります。美肌効果。毎日 0.1 トン食べたい。ある程度火を通したじゃがいもを油の海へ解放。この方法だと厚切りポテトフライが手軽にできる。これくらい分厚い方が食べ応えがあるよね。夫婦二人暮らしなのに大量の芋をあげるイソジの女。育ち盛りの中二男子並みの胃袋を持つイソジのおっさんがいるから平気平気。味付けはもちろん合法パウダーだ。
コンソメと塩コショウと寿司の子を合わせたオリジナル調味料。これを常備していると、いつでもコンソメパンチが楽しめる。せっかくなので卵も揚げてやろう。せっかくってなんだ。油を回しかけながら1、2分。油の処理を考慮しなければ目玉焼きよりも簡単だ。カロリー？それはどこの国の言葉だい？スペインの目玉焼きみたいだね。オリーブオイルじゃないけどさ。肉が足りないとクレームが入ったのでウインナー出動。ウインナーはいつだって私の味方だ。さあ、あとはパンが焼けるのを待つだけ。粉の半分米ぬか、中力粉使用で、しかも小麦タンパクの添加なし。そんなパン、膨らむわけないって思うよね。どうです、奥さん。膨らまないどころか、膨らみすぎてペーパーが悲鳴を上げてる。焼きたてが熱すぎて指先やけど不可避。熱くてカットできない？なーに、そんな時は指先がバグってる旦那氏を召喚すればいいのさ。君はなぜこの湯気のパンを素手で触れるんだい？グルテン不足で卵入りのパンだからやけにサクサクしてるけど、半分米ぬかの生地にはこれがちょうどいい。米ぬか 50% 入り田舎パンの完成だ。それではいただこうか。今日は田舎パンのことしか考えてなかったからおかずがしょぼいと思っていたけど、意外とカラフルなラインナップになった。揚げ目玉気に入ったな。さあ食べてみようかな。レタスを敷いて揚げ揚げな食材を乗せていく。この人参の素揚げ、ポテトフライより好きかも。実はパン自体は食べなくても美味しいのは分かってる。ここ最近の私の主食はこのパンなんだ。今までの米ぬか 50% 茶バッタとはまた違った食感。私の主食はしばらく茶バッタと田舎パンの2パターンが繰り返されるだろう。ほら、美女的にもう美味しさをまき散らしているだろう。表面さっくり中ふんわりで
これが美味しいんだ。どっしりした田舎パンに卵とマヨネーズ入りの生地は合わない気がするけど、米ぬか量の多いパンは嫌でもふんわり食感になる。だから米ぬか 50% パンに限っては卵とマヨネーズ入りはとても相性がいい。そうそう、夜食に回すと思っていたら全部旦那氏の胃袋に格納されたよ。世の中二男子の胃袋よりハードだったね。美味しかった。また見てね。今日の合言葉覚えてる？ベータカロテン。